当社は百兵の単である。その姓は麒麟である。この文は孫の兵法によるものである。剣の魂は勇気の中にある。大胆を先にする。大胆なものは勝ち、紐が小さいものは死ぬ。これは刀術の富士訪問だ。ナイフの使用で最も一般的なカット。示しているのは猛烈で結絶していることです。力を持って匠を破ることを重んじる。刀も横暴の代名詞だ。もともと波動の説がある。新バージョンでは、幻冬は新しい視線任務をオンラインした。当客個人の一生を語った。下の風は5種の歯ブラシであなたを連れて行きます。この伝説のナイフ客を知ってください。第一編、刀で。月が断崖に寄りかかって、半樹の影が高い。急に骨頂銃が散って、林の中に刀が光った。冷静に起動し、偏方して殺し合いをする。噂が急に止んで、観光が鞘に入った。初めて見た古神は大雪に覆われた野外で、村人に頼まれて調べてみた姿。高いところに登って遠くを眺める。彼一人を見て大晦日を刀の下に切った。その後ろ姿を消しました。キャンプに戻って彼が冥福であることを知った。9域にある。命名は不運に転化された操り人形である。敵である以上、消滅される。しかし、この時主役は彼の身分をもっと気にしていた。特に私が誰かという時。そんな思いで彼の居場所を突き止めました。すぐに生きから紹介された村人を見つけました。意外にも彼も何も知らなかった。この時隣の刀匠は、私たちに手がかりを指摘した。酒屋の主人は彼と同じ刀を使っている。漫画を見つけてやはり答えを知った。彼の名前は古神だ。その父はドメイン永久衆であった。彼には弟が一人いる。父の公務が忙しいから。古神に付き添う暇がない。幼い彼に生きが父を奪ったと思わせた。タコを飛ばすことさえできない。8歳の時、父はキャンプで教える。意外にも家に不運な襲撃があった。古神の母も弟もビクビクしている。彼だけがすぐに救出された。その後ろ側いっぱいの両親は、生きの名で戦死した。イコ漫画は古神の父にヨシコとして収められた。それ以来古神と漫画は義兄弟となった。二人は古神の父の指導の下で東方を学び始めた。川は親の仇討ちをしようとしている。生きがいになって故郷を守る。しかし才能には限りがある。古神は幼い頃の経験で生きを嫌っていた。しかし天使は驚くべきものだった。天意が人を騙す。平凡な者は出世しようとし、自分の身に応答する。凡人は田園のような静かな生活に憧れている。これは第二編で刀が落ちている。身の家は虚無に従い手の前に地の行幸を落とす。南山に花を植えて客を植えたのだが、どうして天使が激怒したのか。数年後、二人とも成功した。しかし、古神の父は戦闘で足を失ってしまった。引退して家に帰るしかない。しかし老人は馬を葬りたいと思っています。今は志を得ていない。ついに憂鬱になって死ぬ。父の死は再び古神に打撃を与えた。古神は父の節のように生きの頭に入れた。そこで心の中では生きにもっと不満を抱いています。やっと生きに憧れていた義弟漫画と衝突しました。二人は老人が西に帰った後、酒を飲んで憂さを晴らす。ところがこの酒は二人の一生を変えた。古神はこれ以上肉親を失うことを恐れている。彼は川がいっぱいになってから冒険に行きたくない。しかし、若者は言葉を話す。普通の人は普通の人のように生きるべきだと思っています。能力がなければ時期の仕事をしてはいけない。さもないといたずらに悲しむだけだ。漫画は古神の手配に従いたくなかった。彼は古神のような才能がないことを知っている。9域を守る理想があります。彼は親と義父の意志を継ぐ。二人は酒を飲んでついに一緒になった。皮いっぱいに古神の眉間に傷がついた。古神は皮いっぱいの腕を拝した。それ以来二人は反目して仲違いしなくなった。古神は非凡な才能で古老の生涯を始める。弱きを助け他人を救う。義父の名声を成就する。漫画は腕が廃れて人々になった。妻をめとって出産してホテルのオーナーになった。もし物語がそれだけなら、それで波乱はない。古神のやり方が正しいのは間違いだったのだろうか。普通の人は安定して一生を送るべきだ。それとも泰山よりも重いのか。あなたの考えをスクリーンに表示することができます。それに古神は、古老のような義父人生の中で、やっと自分の愛する定評に会いました。鉄管はついに重症化された。古神は彼女と家族を構成した。3人の子供が生まれました。家族ができてから、古神には心配があった。すぐに弟子の教育を始め、東方を伝授した。義父の意はとても有名です。林に来る人が後を絶たない。呆然として古神は依然として心の結びつきを持っている。弟子になって生贄になるのは嫌だ。誰が越境するんだ。ガードから追い出される。でも勉強に来た人は、実中八九生贄になるためだ。古神もそれを知っている。表面上の怒りにもかかわらず、実際には教えません。このような人生は孤児が求める人生です。でも突然変異が来ました。第3編、刀山。着物が体を覆って埃に染まり、面が刃のように目を削って焚き火のようになる。刀が折れて人を滅ぼすのはもう終わり、枯火の香りが俗人と化している。9域の災いがますます激しくなる。彼に師団を頼む人も随分少なくなった。でも家族が故郷に葬られたから、彼はまだ土地を離れたくない。9域人宮の主であった楽大人は義父の名を聞いた。重金を持って彼を教習としようとしている。彼を危険な場所から救いたいんだ。彼は宮殿に到着したばかりです。家で不運な襲撃があった。妻も3人の子供も死んだ。このシーンは彼が幼い頃とどうして似ていたのか。突然のショックで古神は再び義父となる。
彼には身内の死体を修練させる勇気さえなかった。それともロコウが妻と子供のために墓に入ったのか。護身は死で解放されたいと思っていた。しかしついにロコウに救われました。ロコウは彼と賭けをした。普通の人間としてのベルガードは高い暗闇よりも優れているか。上級者はどのような戦力であるか。4州衛統のトップの実力に匹敵する。護身はロ様が勝つとは思いません。彼はそれでも凡人は凡人のように生きるべきだと思っている。地域 A は敗者たちが断を抱いて断を取っている。実力がなくて馬鹿にしに行く。彼は本当に家の大義を知らないのですか？彼は理解する。彼は能力がないと思って能力以上のことをしているだけだ。愚かなことです。やはり戦いの過程は彼の予想通りだった。たとえドメインガードであっても、上級者との戦いでも風下に落ちた。しかし意外にも域 A は負けなかった。彼らが団結して協力するのは困難に支えられている。この一幕に触発される。護身自ら手を出して上級者を切った。この手は楽伝が勝ったということです。やがて彼は自分が憎んでいた。ただ今回彼はドメインガードを理解し始めました。天が落ちてくると背が高くなると言われている。でも背が高くなかったら？域 A はこのような人たちです。してはいけないことを知っていても人混みの中で一番背の高い人になる。それ以来護身は域 A の教習となった。これは第4編であり、刀を忘れる。星が荒野に落ちて狼が吠える。雲が空に裂け風が吹き荒れている。この身は何が当社ではありませんか。夕日の古木に戦法をかける。護身がいなくなって家庭も心配もなくなった。教習になった彼は一心不乱に取り組み始めた。9つの領域を守り、暗闇への復讐の応行。彼の教育の下で、警備員の戦闘力が大幅に向上した。死傷者数も大幅に減少しました。ついに火の再起動。再探索軍遺跡の時刻。ロコウが募集した警備員は、孤児もそこにいる。ゲタ州の風雪は非常に激しい。遺跡の風雪はもっとひどい。風は少々として液水管である。宗師は行っても戻らない。軍の一行は難音以外に生還しなかった。孤児も明女となった。つまり野外で見た怪物です。しかしストーリーは終わっていません。遺跡に出発した時、警備員は遺書を残しています。この手紙はまた私たちに示した。全く違う古神です。遺書は州の摂政軍営に残されています。その中には遺書が3通あります。2通の遺書、1つは仕事をすることだ。2つ目は古神の実力に対するドメイン A の絶対的な信頼である。義答の意は疑いの余地がない。3通目は古神の遺書です。遺書というより、むしろ在庫証のようなものです。彼は自分のこの正反の過ちを全てここに書いた。古神が遺書を書いた時、目に親がいない。両親と実の弟は不運な襲撃で死んだ。妻と子供が暗闇の攻撃で死亡。弟子は皆シモンから追い出された。義弟三川だけが世に残っている。若さの出になる。行方がわからない。他の人が軍跡に行ったのは家族との別れを乗り越えた後。死の勇敢さを示しています。彼の勇敢さは解放を求めることです。個人にとっては、死は最高の解放だ。それは本当の勇敢さとは何でしょうか。この問題は説明に難くない。あなたのパートナーと一緒に年を取るとき、君は先に行きたいのだ。それとも彼を持って土に入るのか。本当の勇敢さは双方の別れを平然と受け入れることができる。それは古神にはできなかった。妻と子供が殺されたことを知ったとき、彼はこのような打撃を受けられない。遠く異境に隠れる。殺すことで自分の臆病さを隠す。彼の臆病さは肉親の死に立ち向かう勇気である。古神は遺書を見たのは川ではないと予感した。そこで私たちを縁のある人と呼んでいます。古神が聞いた質問にも触れました。私は誰ですか？そのために彼は自分の一生の4つの間違いをまとめた。1を謝る。弟の母を守れなかった。妻と子供を守れない。でもこれは彼のせいではない。弟の母親が殺された時、彼はまだ8歳だ。自分を守ってくれるのはすごいですね。妻の子供が殺された時、彼は新州人宮に遠くいた。人宮に行く目的も重金報酬を得るためです。妻の子のために良い生活を図る。2を謝る。義弟漫画には刀の才能がない。年を取って軽はずみにその志を恥ずかしめる。彼の腕を傷つけて彼は砂場に縁がなかった。囚人のために尽くす。彼の人生の軌跡に介入しました。でも今は間違っていないようです。漫画は歳月の洗礼を経た。自分の平凡さを受け入れています。酒屋の主人をする。結婚して普通の日々。今は逆にこのような生活が好きになっている。古神のやり方は正しいことがわかる。親が作った道のように。若い時は見向きもしなかった。振り返ってみると目上の人の手配の方が自分に向いているかもしれません。3を謝る。父は自ら過ちを生贄に帰した。露台は何度も招待を拒否された。まだ間違っていない。家族のそばを守ってこそもっとよく守ることができます。妻の子。菩提が死んだのは戦力が味方にいなかったからだ。みんなのための小さな家。しかしもし小さな家が守れなかったらみんなはどうでしょう。小さな家とみんなは昔から取捨選択の問題だ。ただその時の歳月は、小さな家は古神の心の中にある。重さの方が重要です。4を謝る。妻が死んでから顔がない。復讐を口実に。遠く異境に逃げた方が死んだ方がましだ。この点も間違っているとは言い難い。家族が殺された後、彼は最初に報復を始めた。敵を千里に切り殺す。復讐こそが身内への最良の慰めだと思っていた。この点は各種の文学作品の中では珍しくない。
さらに、ローレンは親戚のために死んだ。彼も知っている。もし本当に誰も家族のために棺に入れなかったら、彼は本当に帰ってこないのですか？どうして古神が間違っているのか。ふーちゃんは彼のために解放するのか。これが心理状態の変化です。その中にこだわるより、自分から解放された方がいい。誰もが自分で自分を癒すことを学ばなければならない。私たちは起きたことを変えることはできない。過去の過ちは変えられない。しかし教訓を得て今後のミスを防ぐことができます。古神の外見は強い。しかし心は臆病だった。彼は全ての過ちを自分に引き受けた。全部初めにしてはいけないことだと知っている。これは生贄になりたい三川とどう違うのでしょうか。ただ一人で実力が強いだけだ。一人は心が強い。古神は自分の生涯の総括をなすものではない。遺憾いっぱいの神。これも私が誰かの答えです。しかし、誰が剣の名前を知らないのか。遺書の末尾に、古神は未完の意志を残した。これが5編目です。寒風が丘をかすめ、雪の夜が夜になって橋を抑える。人生の中では、より高い。日の前に親しを祭り、血刀は狭さやに帰する。この身は山野に眠り、風雪は共に揺れ動く。もし軍から帰ってきたら、彼は自分の家族を祀るつもりだ。義弟漫画を見つけて謝る。これが彼の意志だ。ここに来て古神が活動している理由が見つかりました。彼は願いを叶えなければならない。遺書を持って三川を見つけました。何十年も遅れた謝罪。川全体を解放する。この謝罪がもっと早く来たら、お二人はお酒を楽しむことができるかもしれませんね。そして私たちは孤独な家族の墓を見つけました。一番右側は古神邸の墓です。最貧は弾道である。一番前は古神の両親の墓です。最貧はタコだ。一番左は古神の妻の墓です。祭り物は指輪です。一番後ろは古神の子供の墓です。祭り物は茶道場です。お供え物を晒していた時、私たちも孤独に救われた多くの人に会いました。彼らは古神のためだと聞いた。皆気前よく助け合って見返りを求めない。このことから古神は何もできていないわけではないことがわかる。少なくとも彼が助けた人は彼のことを覚えている。祭祀品を見つけて一つずつ敗退した後、古神がついに現れた。しかし今までは、彼はいずれも不運との戦いを忘れていない。そこで私たちは幻を餌に戦いました。この戦いで孤児の意識は完全に目覚めました。彼はもう心配はない。私たちが彼を解放してほしいだけです。古神は義道の名に恥じない。ベトナムより強い。しかし結局は私たちの方が強い。敗戦した古神は雪像になって家族の墓前に守ることを選んだ。一台の電気はこれで幕を閉じた。死んだ後彼は戦闘ノートを残した。生き栄作戦協定を完備した。再び不運に対抗するために貢献する。この物語は自然ですが、しかし多くの人の共感を呼びました。古神の一生は数奇と言える。彼の人生も同様に破壊的でした。まだ覚えているビデオの冒頭ですか？当社は百兵の単である。刀を使う者は一進一退する。過去の孤児が心配です。でも最後になると、親も理由もなく帰って束縛がない。刀を振るって死を求めるだけだ。一刀を出して運悪く切ってしまう。これが本物の波動になった。この刀は猛烈に決鉄する。しかし代償は莫大です。はい、今期はこれで終わります。風に注目して違う幻の塔を体験します。